皆さんこんにちは。先週のシュリンプ、ガーリックシュリンプか、チャイニーズスタイル、はい、できたかな。おばあちゃん作った？作りました。作った。はい、よかった。アシスタントの、おばあちゃんです。よろしく。はい、お願いします。はい、よろしくです。じゃあ今日はですね、はい、お魚、白身でもいいし、光もんでもいいし、お魚をソテーして、はい、上から甘酢あんかけていこうかなというふうに思います。すごく美味しい。これね、バターで焼いていく、バターの香りと甘酢がすごいマッチングする、いいなと思います。じゃあ早速行ってみましょうか。行きましょう。まず、バターをひいていただいて、栄養を溶かしてね、溶かしていってほら、バターの香りがいいね。いいですね。香り高い。一旦火を消して、お魚を焼いていきましょう。はい、もちろんこれ小麦粉をね、塗っていただいて、ね、ちょっと油につけて皮面を焼いてあげる。最初に、皮面を焼いてあげる。はい、大事です。はい、いいよ、これで焼いていくと、美味しいよ。美味しそう。美味しそう。もうね、バターのソテーが一番僕好きやな。こういうね、タチウオとか。あ、いいですね。もう最高やね。はい。ね、タチウオ好き？タチウオ好きです。魚で嫌いなのは何？魚で嫌いなのはサンマ。変なやつでしょ。サンマが一番美味しい言うのにサンマが嫌い。そんな何言ってんの。明石家さんまは普通。あ、普通。はい、普通だそうです。ほら、そうしてるうちにほら、ね、よーく出来上がっていくでしょ。ね、でここで玉ねぎ一緒に炒めていくね。ちょっと落としてやる。落としたり、これで焼いていく。ね。でもうほら、色が変わってきた。美味しそう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 。ほら。いいですね。いいでしょ。それだけでも美味しそう。で、ここでバターとサラダ油融合させる。ちょっと玉ねぎをね、焼いていきます。で、こっちはバターで焼いといて、こっちはサラダ油で、色味のね、まあもう中華もうピーマン使うの好きだしね、色味を入れてあげる。はい、でよく焼いてあげる。魚はもうすぐ上がってくる。ね、このお魚だけお皿用意してほしい。お魚だけをちょっと揚げるんで、上に。ほら、皆さん、どんどん焼けてきてる。どうですか？この横では野菜を炒めてね、しんなりはんなりしてくる。あ、これでいくのね。あ、そう。もうそのまま直接置いていく。ほら。で、これね、お魚ね、みんなね、よーく焼いてるけども、新鮮だったら中レアで大丈夫だ。ね、レアにしたいです。ね、こうやってほら、もうほら、できていく。これだけでも美味しそう。美味しそうでしょ。ほら。ね。ね。見て。ほら、もうすぐできてしまう。だから、新鮮なお魚を買ってこう焼いて中レアで食べると、すごく美味しいんで、してほしいなと思います。で、これでもうあと、このまんま。ね、野菜もほら、結構焦げ目がついていて、で甘酢あんかけ合わせ調味料しております。でもうすぐに片栗粉入れたり。ほら、ね、でごま油最後に入れる。
皆さんわかる？これほらこんな感じ。いいですね。いいでしょね。最高でしょ。はい、もうこれで出来上がりや。はい、で上からかける、こうやって、もうお魚が見えなくなるぐらいかけたり。たっぷりですうん、ね。この甘酢が美味しいんですよ、ね。はいはい、出来上がりでお魚のソテー甘酢あんかけ、野菜たっぷり。じゃあおばあちゃん、はい、食べようかいただきますね。食べましょう食べましょう食べましょありがとうござう。いまララバイっていう歌が流れてるらしいね。はい、す。はい、ありがとうございます。どうぞ食べてや。いただきます。食べないんですか？甘酢嫌いなんだよ俺。そうでした。忘れてました。甘酢嫌いなんや。あれ？食べたくないね。ララバイ。そういえばそうでした。ララバイ。いただきます。これサンマだったらどうする？サンマだったら頑張ってた。あ、頑張って。出されたものはいただきます。どう？バターの香ばしさあります。ある？本当いいね。バターの香りもあるんですけど、うんうん、甘酢と一緒に食べるとまた美味しい。美味しいです。美味しい。美味しい。甘酢嫌いなんや俺。でもお客さんもね、うちの甘酢美味しい美味しいみんな言ってくれるからね。はい。ね、絶対食べへん。もうここっていう時しか食べない。今です。Not a housefly floating in my wine, and not a barber who's ruined my hairline ever since I met you. Nothing can make me blue. Oh, it's just clear skies. すごいね。 Trees and warm breeze and すごいよ。食べる？ each day I'm with you. なんていうのかな、昔ながらの酢豚とか醤油で作った酢豚は無性に食べたくなる、ね、でももうこういうね黒酢とか赤酢のものはもう絶対嫌やな、うん、なぜかちっちゃい時にこういうのばっかり食べてたからね、実家が中華料理屋だから、もうだから食べ飽きてもう嫌になってるっていう感じかな、うん、そういうのがあるね。でも家庭の皆さん、サラリーマンの皆さん、学生の皆さん、作ってご飯一杯食べようみたいな感じだよね。本当ですね、頑張って作って簡単だよね。俺がやってる料理ってすごい簡単でしょ。はい。そういうのをこうどんどん出していくんで、はい、皆さん作ってほしいなと思います。では今週もまたさよなら。おばあちゃんありがとう。ありがとうございました。この番組は食べ物で病気を予防する異食道元の創作中華一の船入りの提供でお送りしました。